こんにちは、ナッピーです。今日はですね、飾り方の提案をしてみたいと思いまして、いきなりですけど可愛いものをゆくゆくはこのナッピーコレクションボックス、私のオンラインショップから買うことできるんですけど、これを使って飾りたいなっていうのは思ってまして、それに使える小物、100均のダイソーとそれの姉妹店のスリーピー、これを使って飾ったらどうかなと思って買ってきてみたんです。どれも500円商品で、これの開封動画はメインチャンネルの方で載せました。気になる方はご覧ください。まずはこの2つ、ミニチュアパン屋さんとミニチュアアイスクリーム屋さん、これを使って飾ってみたんですけど、結構可愛く飾ることができそうです。これはまだ完成ではなくて、このナピコレクションボックスは床とか壁紙を貼ることできるので、今日はですね、セリアで買ってきたこういう壁紙、あとこれはダイソーで買ってきてみたんですけど、 LED のライト、これらを使って中を可愛く飾りたいなと思ってるんです。そしたらあとこっちのアイテムも使ってみたらどうなるか試してみようかなと思います。今回は粘土細工はありませんので、気になる方だけどうぞご覧ください。まずは一旦出してみますね。では空っぽになったナピコレクションボックス、詳しい作りはメインチャンネルの方に載せてあるんですけど、ざっと説明ですけど、こんな感じに周りの側面と背面、これ外すことできるんです。これは段ボール製になっているので、今日はここに貼っていっちゃいます。なんか貼り替えて使いたい人はマスキングテープとかで貼っていくといいと思うんですけど、片面白で片面茶色になってるんで、茶色の面に貼っていこうかな。床をこのレンガにして、壁はこの白い木にしようかなと思います。周りは両面テープを貼って、あとはスティックのりで貼ってっちゃいます。端は足りなくなっちゃったんで、これ2枚入ってるんで、もう1枚も使っちゃいます。はい、これで床板完成。あと背面ですね。本当は2つ買ってこないと足りなかったので、今ちょっと枚数があるのはこれだったので、これを貼ろうかな。なんかこれも私ちょっと使っちゃってるんで足りないから継ぎはぎになるんですけど、これが背面で、あと側面が入らない
したら戻していきます。これが背面。そして床、ちょっと紙貼ってるんで入りにくいかなと思うんで、ちょっと潰しておきます。天井は見えなくなっちゃうので、こだわる方は貼ってもいいと思うんですけど。そしてこの側面もこの長い辺だけはちょっと潰して、この溝に入れて、それでこの蓋をここにセットします。はい、これで店舗が出来上がり。次目はここになります。そんなに目立たないね。次は中にライトをつけてみたいと思うんですけど、私初めて使うんで両方ともダイソーで買ってきました。こっちが1メートル、こっちが3メートル。あ、こういうテープ状の LED ですね。なんかハサミマークがついてんのかな。ここで切っていいみたいな印はついてるみたいですね。それでこっちはLED はどこからだ。細いワイヤー状のものですね。それでここが光るってことか。今回は貼り付けたいので、こっちじゃなくてこのテープ状のを使ってみようかな。でもこのワイヤーのやつはここスイッチがついてる。こっちはスイッチないですね。刺したら光りっぱなしになっちゃうのかな。スイッチはないからモバイルバッテリーに差し込んだり外したりしかスイッチになってないな。こっちのワイヤーの方はタイマーがついてるんだ。なんかスイッチ押してもさ光って、もう一回押しても光ってるし、でもう一回押すと消えるんですけど、タイマーで6時間ついて消灯18時間、もう一回押すと常時点灯になるみたい。まあ上に貼るのが無難ですよね。ってことはさ、これを通す穴を開けておかなきゃいけないんだ。ここに貼ればいいかなと思うんで、ここに穴を開けておきます。コードが通ればいいから、ちょっと角でも落とせばいいのかな。これぐらい穴を開けました。ここにさ通ればいいだけだから。当ててみて、ここだなってとこで切っちゃいます。ついた。おー、いいんじゃないかな。そしたら最初に飾ってたように戻していきます。このカップケーキはね、ポロポロ倒れちゃうんでこの
ネイルチップ用のプレート。本当はプラ板をこの棚板サイズに切って作ればいいんですけど、作業台として使ってるネイルチップ用のこの透明プレート、これに貼ってます。では LED ライトつけてみます。おー、かわいいんじゃないですか。いいね。まだちょっと寂しいよねどこまで欲をかくのか窓をつければ可愛いんですけど、私のオンラインショップでも一緒に販売してますけど、カザロさんのこの窓、こういうのつけても可愛いと思いますし、でも今回はディズニーミニチュアフードで作ってるので、ちょっと皆さんの参考になればと思って、この表紙の裏、ここにあるこのちっちゃいポスターここ使ってちっちゃいパネルを作ろうかなと思うんです。もったいないって思う方はカラーコピーしちゃえばいいと思うんですけど、私はもうこれ毎回同じ表紙だからさちょっとくり抜いてもいいかなと思って切っちゃおうかと思います。キャーって思う人すいません。ほら可愛くないこれをそのままここにペッて貼るのもポスターとしてありだと思いますし、私はちょっと段ボールに貼って厚みを出そうかなと思います。いくつか可愛いところ切ってみました。この薄い段ボール、これ私は書店で買ってるんですけど、いつも入ってくる段ボール、これに貼って切ろうかな。アシェットに定期購読されてる方はどんな状態で入ってくるのか私ちょっとわかんないんですけど、こういう薄めの段ボールがあれば段ボールを剥がした紙です。それとあと私白い紙適当なの用意しました。これでこの周りの断面を隠します。なんかマスキングテープ細く切ったっていいと思いますし、で2ミリの幅で切ります。看板が入ってたのでこれにこれを貼っておきます。これも段ボール貼りました。可愛くていいかなと思うんですよ両面テープでもいいと思いますし、私は簡単にマスキングテープで貼っていこうかと思います。
はい、完成しました。可愛くできたんじゃないでしょうか。このライトがついたり消えたり楽しくていいですね。でこれはコレクションボックスなのでちゃんと蓋も閉まります。ここはプラ板が貼ってあります。かわいいな自分で作っておきながら見とれてしまう。ダイソーのこのおままごとセット、これも使って飾ってみるとこんな感じになりました。こっちが店舗のイメージで、こっちは厨房です。何号かに入ってきたこのアリスのマスキングテープ、これを貼ってみました。まだこれ29号まで作ったとこなんで、もっともっとアイテムが増えると思うんですけど、そうしたらどうなるかわかんないんですけど、とりあえずは今のところで飾ってみました。そしてこの使ったナピコレクションボックス、これは私のオンラインショップから購入することできます。ベースのお店なんですけど、そのベースが3月18日から海外発送も受け付けるようになったそうなので、海外の方でも購入していただくことできるようになりました。興味ある方、よかったら私のオンラインショップ見てみてください。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。